ゃ片付かないね。怖い。言葉にトゲが。いつまでそのままにしておくつもり？さっさとやっちゃえよ。今から片付けます。そう、それでいいわよ。てなことで、1セット目の 607GEX を 907GEX に交換。607G の音は力強く、繊細で、バランスが良く、好きな音だ。BS32B から BS501 に交代し、エッジを軟化させ、下段ドロワーの DP70M を DP60L に交換します。2セット目は代用の D607 から 907FEX に交換。低音の張り出しとキレが良く、鳴り方が魅力的だ。スピーカーはダイアトーン DS501 から 302B の組み合わせに変更。501同様、エッジが硬化しだしたので、両方とも軟化剤を塗布。軟化するまで放置。セット終了後はピンケーブルを接続。接続図を見ながら間違えぬよう進め、デコプレのケーブルとチューナーの同軸ケーブルに F 端子を取り付け、長さを変え、加工し作り変えます。レコードプレイヤーピンケーブルを 1.2 メートルから 1.6 メートルに交換。ケーブルを加工し、プレイヤー本体接続の作業に入ります。最近手に入れたばかりで、作動などすべて未確認。このケーブルやプラグ交換前に作動テストをします。電源やタクトスイッチ類もスムーズに作動します。クォーツもしっかり効いて、今のところ問題はなさそう。なんだこれ、怖え。ブチルゴムみたいなのをビニールテープで固定してる。フラッターを比べようとそれどころじゃない。とりあえず動くので見なかったことで言っちゃいましょう。問題は今日の雨。いや、音楽が出るかではなく、今日の問題は作業先送り。絶対ダメ。いつまでそのままにしておくつもり？さっさとやっちゃえよ。わあ、なに？キャキャキャ裏蓋を開けると次元の世界が。そっか。うわあ、すごい。裏蓋の重りや白セメントで固められていたのには驚いたな。多分前の持ち主がマニアで箱なりを抑える振動対策と完成モーメントとかで手を加え調整したのだろう。それにしても裏蓋に重りとフラッター裏につけるとは正常に動くので面倒い。そのままにしておこう。季節ケーブルを外す前に寸法をサクッと測り、発注していたプラグとケーブルを加工します。ケーブルとプラグは離れ GS4 と RCA-F09。アース線含めケーブルは複線なので取り出したら指でひねり、網線をほぐし中振動線とそれぞれ1本ひねり束ねます。次に突きを良くするため寄った線に予備ハンダをして下準備の加工が終了。リード線が潰れてバラバラだったので整理をしながら切れていないか確認します。最初は吸い取り線でハンダを取るがうまくいかないので、とりあえず
ハンダを溶かして線を外し、古いハンダの吸い取りは後の作業にする。固定化なものから古いケーブルを外し、新しいケーブルに交換。外す時と入れるのに少しコツがいるが、ペンチで取り出す。プレイヤーを立てての取り付け作業は、外す時と大違い。揺れるので仮止め程度にし、寝かせて付け直した通電を確認して、意味のない新旧ケーブルの長さ比べをする。60L にはなかったカバーだが、裏蓋が厚く接触するので付けたのかわからないが、なんとなく安心感と配り感がある。さて内部の怪しい白セメントと重り付き裏カバー、この話で終わりそうだが、まだ作業が残っている。底蓋をつけ、レコードプレイヤーケーブルの交換が終了しました。60L の底蓋より厚く、キャビネットの高さも80センチから95センチと、全体的にグレードアップしている印象です。最後の作業、同軸ケーブル 75Ohm5C の加工です。約2ミリのところにカッターを当て、力を入れずに線を回し切りし、縦に切れ目を入れ外皮を取ります。次に同じところにカッターを入れ、変素網線と銀箔を取り、カットから2ミリから5ミリほど白絶縁体を残し新線を出します。コネクター内部は絶縁と外皮や変素が分かれて入る二重構造で、絶縁体の先をコネクターを置く。この状態まで差し込むのが大変。変素を外皮側に折り、コネクター内に入りやすくする方法です。後者の方が幾分入りやすいが、それなりの力が必要でした。抜けないよう圧着工具でスライドさせ、新線を2ミリほど出したところで切り、完成です。そんなわけで、お尻を叩かれ、葉っぱをかけられながら、何度か撮影も無事終了し、整理も着々と進みました。バックヤードのピンケーブル接続も一気に済ませ、鳴る体勢までこぎつけて安堵しています。あまりにも重いオールドオーディオ、体力的に時にくじけそうになりますが、一応すっきりまではいかないものの、一つの山を越え、次は峠の茶屋を目指し、邁進する所存です。この動画は、オールドオーディオと工作をテーマにお届けしています。いつか DP67L の視聴感想をお届けできるよう、スピーカーインシュレーターも作り変えねば。最後までご覧いただきありがとうございます。寒い日が続きます。お体をご自愛ください。